ウィスカーウッド。漁獲量が増え倉庫を圧迫していたのでがっつり倉庫を建設して資材の整理を始めた我らがネッツ。お城建設予定地は相も変わらず地獄の現場。でももう終わりは見えている。ラストスパートだー。季節は冬、ストーブが灯り暖かくなった埋め立て地の石を取り除いてもらうため農家を建設。農場を宙に浮かせ下2マスも開墾しようとするも、階段が2マスなので意味がない脳がドロドロのレイムさんの図。もうね、採掘現場も大変なことになってるよ。もはや理解不能な採掘方法である。こっちは単純、とんがり塔との接続のための埋め立て工事。採掘と盛り土で一組作って、その場で掘ってその場で埋める単純作業。博士、研究が遅いぞ。研究所は2棟に増やして資材の運びやすい工業区端に移転するぞ。だが研究が進まないのは研究を選択してないレイムのボンミス。博士悪くない。8棟建設中の中型倉庫の一つが完成。未処理の鉱石をここに集めよう。これで在庫整理がはかどりそうだぜ。なお開拓最初の倉庫は機械で埋まってます。ここにはネズミが着替えるための街灯とか入れた方が絶対効率いい。整理がめんどい。今日はコンベアー繋いだから燻製たくさんあるよー。豪雨にさらされてた怪しい燻製。腹に入りゃ問題あるねー。溜め込んでた怪しい燻製で今日も賛同マックスだぜ。ではご機嫌な君たちには残業をしていただきます。容赦ない残業宣告。補給戦か、一番高いのをいただこう。もちろん春の徴税は払う気がないうちの悪徳領主。頑張って作業現場を整理しました。見慣れちまった残業アイコンがひどい。そして今日も倉庫の整理作業。建物が完成したから今後は少しはマシになるかな？でも中型も377しか保管できないからね。利用してない石炭だけで埋まるかも。定時間際にダブル研究所が完成。博士、明日からはこっちで頼むぞ。新しくできた方にも2匹頭のいいのを割り当てた。さて初期に調子に乗ってたくさん建てた収納小屋を片付けなきゃ。整理整頓できないレイムさんの片付けは続く。しまった、僻地開発地にストーブ置いてなかった。救急搬送、ダリアが倒れたぞー。急いで治療院へ。看病担当もつけるから温まって養生してね。薬とかはない、自らの自然治癒力を信じるのだ。被害者を増やさないためストーブのある埋め立て地に盛り土担当を一極集中。ああ、400マス埋める地獄の現場か。日盛り担当今日は残業よろ。冬は彼らの繁盛期。植林島民用に作ったシャワー、結局使われず。残業で入れません。それもあるけど飯食ってから風呂っぽいから、結局手前のシャワー使ってるのかも。どっちも分散させないとダメかもな。今日は石の生産量が150くらい増えたかな？採掘現場整理した甲斐があったな。アップで報告、ここからはバージョン 0.6.170.0 でお送りいたします。今朝起きたら私の枕元に未来のキノコ研究家を名乗る人物の設計のレポートが置かれていたよ。なんだそりゃって方は11話を確認してね。色々と重要なことが書かれてて汚染濃度が上下で変わるとかびっくりしたよ。新たに得た知見で、建設技術が一気にレベルアップしたレイムであった。そして最初に取り組んだのが、サザンクロストンネルの装飾だー。研究レポート全然関係ねえただの装飾じゃねえか。いいじゃん華やかじゃん。研究家のレポートによるとキノコ栽培レベル5なるものが書かれてたが私はその上を行くぞ。レベル6、神ならぬ身にて天井の石にたどり着くもの。この後神に天罰を食らうが彼女はそれをまだ知らない。なんか聞こえた？てなわけでこの場所にキノコ栽培用の施設を作るぞー。紅葉区裏の空き地を切り石を使い四角く成形。まずは建設に入る前に遮光されてるか実験。屋根付き橋もしっかり遮光できる模様。ちゃんと遮光されてる、キノコが育ちそうだ。では実験も成功したので屋根付き橋を使って、綺麗に装飾して施設を建てよう。キノコレポートによると入り口前は3マスまで OK で、石の道を張ることでできるらしいのでこんな感じの開口部。装飾の花壇とかでも遮光できる、隙間ありそうに見えるけど入り口部分も華やかになってるぜ。おや？遮光失敗してる？キノコレポートによると、開口部真下に床がないとダメらしいぞ。ああそれで真下に3枚張ってるところだけ完璧に遮光されてるんだね。綺麗に遮光したかったらそこも床にした方がいいっぽいな。でもほんのり赤く表示されてるけど作物適正は 100%、入り口真下は道しかなくても大丈夫そうだね。見た目を気にするかしないかの世界だな。畑の設定してたら 99% 表示のところもあるけど誤差レベルだからこんな感じでいきましょ。合計タイルは62マス。収穫したキノコは農場前の投入口に入れることで倉庫まで自動で流れる新設設計。
ぶっちゃけその距離ならそのまま運べよとも思うが好きにしろ。これがキノコ栽培レベル6だー。あとは上に乗ってるストーブと建物内の農場が完成するのを待つだけだな。綺麗なデザインで一年中キノコの収穫が可能。これは会心の出来だね。霊夢さん大満足。船着き場の工事予定地をマーキング。船が刺さらず映える位置を模索。ダブル研究所システムが完成。ってなんか協調作業によるロスが発生してる。やっと研究してる技術なしに気づくのず。まさか研究所は複数建てると効率下がる仕様とは思わなんだ。取りましたて屋の研究をよろしく。気を取り直して研究再開だぜ。博士と助手が喧嘩してる。助手は応答派だから高揚化を望んでないんだよな。知識階級の応答派こいつはなんか企んでそう。だな。小さい収納作って隣に研究資材を届けしてもらおっと。研究は数で補えないと分かったから効率アップで加速だ。見慣れた残業地獄。暖房すらない過酷な職場。体動かしゃあったまんだよ。ひでえ？意味不明に浮いちゃってる場所を登れるように階段で補助。あと少しで終わりそうなのにこういうミスで作業遅延しております。お城のイメージを沸かせるために、城壁予定部分を少し飾ってみました。石柱とフェンスつけただけ、早く城作りがしたくて待ちきれない霊夢であった。救急搬送、救急搬送。集中搬送、集中搬送。ここは燃料が1000超えてるのに凍える島。温めた畑でキリキリ石を除去するのだー。イキリ霊夢の叫びとともに仕立て屋の研究が完了。じゃあお次はこの贅沢品供給所で。これをやらないと次の寝具作成ができない。調子良い時は350くらいあった漁獲量がだいぶ減ってるねー。くっさいネズミも80匹、色々と問題が発生してそうだ。くっさいネズミで思い出した。パイプ接続ミスして気づかず壊したシャワー再建しなきゃ。思い出すの、おっせー。録画して編集中に気づいてもその後の録画分があるから反映は遅れるんだよ。めたいこと言うな。取水ポンプって地上にないとダメなイメージあるけど、これって海でもいいんだね。他の施設が海に建てれるんだから今更だろ。銅がいっぱい余ってるのでタンクズラーをしたのず。雨が降れば自動で水が増えるけど、研究データも使うからこれ以上はやめときなさい。農場の2階に家建てれば通勤秒でできるじゃんと思い、農場真上に増地行く。通勤は楽だが飯や着替えシャワーが、場合によっては問題になりそう。まあ実験ってことで。採掘範囲が届かなくなったので移動。って誰だこんなところに生魚投入したやつは採掘現場に流れる生魚、なかなかにシュールだ。未調理の魚が1700超えとった。小さい倉庫たくさん作ったけどさすがにこれは入りきらなかったか。漁獲量が減ってた理由もこれっぽいな。徴税人早くしろ、間に合わなくなっても知らんぞー。おい。徴税人に回収してもらうまでしばし休養です。魚だけで倉庫いっぱいだ。輸送ハブで収納の整理でもしててください。山道がマイナス傾向に。一生残業ボタン押されてるから、さすがにくっさいネズミが増えてきたぜ。動画編集がやっと追いついた。久々にウィスカーウッドで遊べるぞー。めたいこと言うな。でもサムネ撮影以外での起動が約12日ぶりとは。てなわけでまた世界がアップデートされたよ。ここからはバージョン 0.6.174.0 でお送りいたします。エスケープ画面の右下にバージョン表示が追加されました。そして来ました大型倉庫、あと超大型倉庫。もっと早く来てれば中型倉庫あんなにたくさん建てなかったのに。まだティア1のやつが何言ってんだ、研究すらできねえだろうが。そうだった。他にも生産量調整の施設とかもあるらしいぜ。食堂発見に増築したばかりだというのに。貯蔵量大幅アップ。何人か解雇じゃ。そしてパッチの詳細を確認していると驚愕の修正を発見。熱、光、汚染を不適切に遮断してる石の道やパイプを修理します。そう彼女は人の身でレベル6に至ることで神の怒りに触れたのだ。私のレベル6キノコ栽培施設がストーブも完成してあとは火を灯すだけだったのに、稼働前に遮光できなくなってて草。キノコ栽培適性がゼロになってる画面グリグリすな、鬱陶しい。糸かなし。だが私は地上でのキノコ栽培を諦めない。検証開始じゃあ。こうして約半月ぶりのプレイなのに検証作業が始まった。切り石で覆えば遮光するのは変わってないようだ。取り待ちかでなくても栽培は可能なのは健在。しかしパッチテキストの文面通り天井を石の道で覆うのはダメになった模様。まばらに遮光できているようにも見えるが、これは後でバグと判明するので別の話。
そんなわけでキノコ栽培施設の天井の半分を切り石に交換して中を確認したけど結局何も変わらず。何故？うおー、これでどうだー。さあ中の車高はどうなったかな？ダメじゃん。こりゃ入り口が一マスでも開いてると車高できないっぽいな。そこで考え出されたのがこのネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング4タイプです。完成度高えなおい。これで通路が遮光されていれば内部の遮光が可能と判明。その答えから導き出したのが横通路法でございます。だいたい5マスくらいあればほぼ遮光できるのな。そして開口部を3マスにすると途端に遮光できなくなります。なので左右を埋めて1マスに戻してみたものの遮光は復活せず。これはバグの挙動だな。あと1マスの入り口の上1マスだけ天井があれば、これでも遮光ができることも判明。これはなんか違う気もするが一応 OK ラインな模様。大体の仕様が判明したので屋根付き橋の遮光性を確認。天井が長ければ入り口も大きくできそうだ。以上の結果、レベル6キノコ栽培場を通路で囲えば遮光性を維持することができると結論付けました。外観が少し隠れちまうのが残念だが、それならこれを有用して使えそうだ。名探偵の洞察力を持つ私にかかれば、神の世界修正も簡単に乗り越えれるのさ。いやできてねえし。ほわーい。隙間が空いてないかとチェックしたり、エレベーターの遮光性がないのかと壊したり確認中。しかし原因がわからず調査は難航した。もしかして花壇は遮光できなくなった？いや花壇はちゃんと遮光できてるようだ。だが何かがおかしい。そして判明したこの事例、完全に切り石で覆っても遮光できないパターン。上に投下物を設置後に破壊して再建築するとなるっぽい。セーブ&ロードすることで遮光性が復活するので、こりゃバグの類であります。じゃあレベル6栽培場の改修に失敗したのは、これが原因だったくさいな。では気を取り直して再改修エレベーターを復活ってできない？入り口が塞がれている。畜生、手すり部分にサイレント修正入ってる。お気に入りだったマンションの廊下が、柵がまたぎにくいとネズミからクレーム出ました。しゃあないので壊して道に敷き直し。お前とことん神に嫌われてるな。一応私巫女なのに神に嫌われるとはこれいかに。つか自分で一応言っちゃダメだろ。てへ。で策をつけようとして思い出す、アプデで装飾の類も追加されました。おおこれは嬉しいアップデート。たくさんあるから目移りしちゃう。街をデコレーションするのは楽しいけど、際限なくやっちまうからほどほどにな。それでは新たに追加されたブッシュで総称を置く、したけどなんか下に落ちそうで怖い。うちのレイムさんは情緒不安定です。結局他の階と合わせて石のフェンスになりました。急な改修工事だったけど見た目が馴染んでよかったぜ。屋根付き橋の入り口を塞ぐストーブ。横からは入れないとなるともうこの設計では火がつけられん。これを美しくかつ機能的にするにはどうすればよいだろうか。そして難解な実験に続き再建築の失敗、屋根付き橋の使用修正から導き出した彼女の答えは、うおー、こんなもん撤去じゃー。逆ギレであった。違うよ、私は私のやりたいことを思い出したんだよ。そうです、お城の建設です。いやそうはならねえだろ。私の導き出した答えはそう、ここに来る輪を作る、そしてこれをキノコ丸と命名するぞ。こうして意味わからん大規模建設が始まった。そこで気になったのが平坦ベルトの遮光性能、てなわけでサクッと実験。さあ結果はいかに。こんなんでも遮光できとるやん。重ねた平坦ベルト下でキノコ栽培すら可能だったのか。遮光とは一体。よっしゃー、サザンクロスマス型小口じゃー。突如作り出されるガチめの防衛施設。壁の隙間から銃を突き出し敵兵をなぎ払うのじゃ。敵兵はこの狭い花壇を通り入ってくる。そこを前後左右から銃弾を浴びせる強固な防衛施設だ。でキノコ丸本体の広さはこんな感じで、中は完全に遮光します。前のキノコ栽培場よりかなり広いスペースを確保。農家兼駐屯兵の農場は2軒体制。駐屯兵。兵舎として上に小屋も建ててやろう。有事の際にはここを守って食料を生産しつつ、長期籠城を戦い抜くのが使命。投入口も設けたので生産効率もいいかな？魚の串焼きの燻製所に運ばれ、そこからさらにコンベアーで搬出予定。うおー、石壁連打だー。もりもり切り石の在庫が減ってるぞ。私の天才的頭脳によればギリギリ足りるはず。どんぶり勘定だけど。そのどんぶり、穴開いてんじゃね？畜生、その辺の切り石ひっぺがしてなんとかするよ。壁を高さにの積中にすればよかっただけなのだが、久々のプレイで失念してるレイムであった。キノコ丸、切り石確保、なんとかなったどー。
見た目こそしょぼいが社交性は抜群、キノコの作物適性も完璧だぜ。見た目がしょぼいのは切り石在庫できたら回収で。春になって密輸も再開するから、当分は無駄遣いできないぞ。そしてキノコ丸完成祝いと言わんばかりに贅沢品供給所の研究が完了。さすがダブル研究所、仕事が早いぜ。ではその贅沢品なる寝具の研究をしていただこう。現在石の家の床で寝ているという悲しい事実。冬にもキノコ栽培できるようにストーブも置かなきゃ。もう春だから使うのは来年になりそうだな。でストーブの建設&燃料投入のための入り口がなかったので追加でエレベーターを設置。そこはかとなく見た目も素敵。徴税人が来たぞー。徴税額1万超えだと？そりゃ冬の割増料金の物資たくさんもらったからな。倉庫パンパンの生魚をくらえ合計1570匹の魚、でも価値は3140にしかならない。じゃあ税金払いません。空中に飛び散る魚、また倉庫がパンパンになった。無視して研究の様子を視察。してたら徴税人帰った。次回繰り越しは1500くらい、8800ほど税逃れに成功。次はちゃんと納税しましょ。倉庫の生魚邪魔だし。古くなっててお腹壊しそう。やっべ、移民船来るのに一生残業ボタン押したままだった。激務に追われシャワーも着替えもできないネズミたちのメンタルはすでにボロボロよ。結果賛同がゼロのまま。そしてこっそり中央寄せになった資源一覧、見づらい。まあこれはいずれ見慣れるかな？さて春になったし船着き場の盛り土を再開しますか。意味なく埋め立てをする、これがこの島の日常。残業から解放されたからって怠けるのは許さんぞ。キリキリ働けー。冬の採掘でそれなりにスッキリしてきたぜ。こんな感じになりそうろー。雪で見づらい、雪解けが待ち遠しいぜ。今まで使ってなかった古いわけの塔の建設を考え中。入り口が3階にあるなら埋めちまおう作戦を考案。てなわけで建設予定地を掘るためにまずは埋め立て開始。なお古いわけ導入の理由は、石炭の在庫が800超えててやばいからである。400マス埋め立て現場、以外にももうじき終わりそう。おっと寝具のレシピの開放が終わったようだ。研究即日終わるのはいいんだけど、原料の布生産すら始まってねんだわ。満足度の高そうなキノコのシチューが作りたいので、前提条件の小麦栽培ルートを研究しましょ。だが農地はまだ石まみれだ。農業は地道な作業さ。さらば移民船。参道のないお前の元へは誰も来たくないってよ。今日の参道はプラスだってたった 87？ くっさいネズミが100匹超え、擦り切れた衣服が72匹。シャワーくらい浴びなさいよ。街灯は一気に50匹着替えたようだし、こりゃ在庫なくなっとるかもしれんな。資金面は安定してるけど生活がいまいち安定せぬ。お前が強欲すぎるだけだろ。黄金も渡したくないし、お城とかに住みたいの。こうしてわがまま領主にこき使われるネッツたちの苦悩は続く。では春になって雪解けし残業から解放されウキウキ出勤するネッツたちを見ながら今回はここまで。ダブル研究所にキノコ丸、いいねと思っていただけたらグッドボタンよろしくお願いいたします。妨害の喜びであります。本当にキノコ丸で栽培できるのかと思われる方のために数日後の未来の栽培状況もちら見せ。サービスしたからチャンネル登録よろしくなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。